端っこなんだけどないですね。これはどういうこと？今19時38分じゃない？久々の海外、初めての一人旅。十分予習したつもりがなんだかうまくいかない。初日どうぞご覧ください。どれ？はいどうも、おばちゃんです。なんと今日は新千歳空港におります。人生初めてのタイ旅行、そして一人旅。空港には10時半ぐらいに着いて、ここに結構人が並んでたんだけど、今はだいぶ減ってますね。チェックインするのになんだかんだ30分ぐらいかかりました。はい、今回私が購入した航空券はこちらです。安いですよね。直行便だとこれの2倍ぐらいします。安いのには訳がありまして、中国東方航空を利用して中国で乗り継ぎをしないといけないんですね。その時間が、行きが4時間以上、帰りが12時間、乗り継ぎ時間が長いんですけれども、短いとこの中国東方航空、遅延が発生しやすいので、乗り継ぎで乗り遅れるリスクがありますよね。なので時間に余裕のある方はこういう安いチケットを使っていくのはありだと思います。チケットを発行してもらって、なんかね、いいチケットは必要ないって言われましたね。はい、トリップ .com の予約についてのところで、念のため e チケットお客様控えを印刷してご持参いただくことをお勧めいたしますって書いてあるんですよね。行きのチェックインカウンターでは提示を求められませんでした。なんですが、行って帰ってきて結果をお伝えすると、これは印刷をしておいた方がいいです。そして他国に入国して1日目の宿の印刷もあった方がいいです。で、入国する時にも今夜はどこに泊まるのかっていうことを聞かれたこともあったので、そういう時にも紙をねパッと見せればそれで OK っていうことがあったので、印刷はしておいた方がいいです。中国の乗り継ぎの時など、ネット環境がないところで出入国で帰りの便を証明してくださいっていうふうに求められる時があるんですよね。そういう時に物理的な帰りのチケットを証明できるもの、そういうものがあった方がいいです。で、乗り継ぎ用のこれね、シールもらいました。中国の空港に着いたら貼ります。新千歳空港、お天気はあいにくの雨でございます。なんと自宅の階段で2段目ぐらいでこけて、もう次の日ね、今日旅行だっていうのに、これ見えるかな、階段の角にがっつりと顔と腕と膝をぶつけまして、出血まではしなかったけどめちゃくちゃ痛いです。膝に関しては足を動かすたんびに痛いので、歩くのがとっても辛いでございます。65番搭乗口だから、これでいいんですよね。もともとの予定時間が13時から乗り込めて、13時半の飛び立ちの予定でした。それが2時搭乗の変更みたいですね。結構遅れましたね。次、中国からバンコク行きの飛行機が
4時間時間があるので、まあそれは大丈夫でしょうけど、知らない間に飛行機が飛んじゃいそうで、初めてでちょっと不安ですね。はい、2時搭乗が始まりそうです。結構並んでる。乗り込みです。足が痛いんでなるべく歩かない。よし。60じゃあ56の A ってだいぶ後ろじゃん。ここで8位ですかね。9。ここから一気に31になった。なんとか乗り込みました。いやー、わたわた。見事に中国の方がたくさんいて、みんな荷物が多いんだよ。上の荷物を乗っけるところがもういっぱいで、私の荷物多分あっちの中間ぐらい、だいぶ席から遠いところ。そしてしかも私56の席なのに57の席に悠々と座ってて、席を間違えてました。約1時間の遅延で飛び立ちそう。足元はどんなもの？座席が3シート3シート。そんなに大きな飛行機じゃなさそうです。は4時7分。軽食が出るって書いてあったんだけど、なんか普通に機内食なんでしょうか。あったかい。選べることはね、なかった。選べることはなくて、ソーセージが入ってるんです。軽いサラダと純浄水、お水だね。これは何でしょうか。お菓子かな。手拭きタオルみたいなのも入ってます。いやー、スマホでね、ダンジョン飯をずっと見ようと思ったんだけど、コードレスイヤホンが Bluetooth が通じないのかな。機内モードにすると全然聞こえなくて、機能しなくて、結局見れませんでしたね。で、機内モードでも遊べるスマホゲームをして時間を潰してました。いただき
ます。中国着きました。無事に着きました。衝撃があるよね。はい、到着して飛行機から降りてすぐのとこです。これね、これでトランジション。とりあえずついていけばいいのかな。もうね、時間がなんだかんだと6時45分ぐらいなんですよね。次の乗り継ぎまで2時間切りましたね。ラウンジに行けないかもしれない。多分入国するわけじゃないから、中国国民の方に行けばいいのかな。はい、あそこ手荷物検査があって、出国ではないんだけど、なんかまた手荷物検査がありましたね。で、こっちに行くんでしょうか。みんなこのシール持ってる人、こっちに行ってるから行こうかな。上着も全部脱いで、モバイルバッテリーとかスマホはカバンの中から出してって言われましたね。飛行機の中が思ったほど全然寒くなくて暑いぐらいで、これは全然使わなかった。いや、マジでスマホとかカバンにくっつけといて正解。忘れ物がないか心配になっちゃう。もう搭乗ゲートに行くのかな。搭乗ゲートが G の102。上に上がってるんですけど、 G の102、20時40分。请抓好扶手，握紧行李，注意脚下安全，照看好老人和小孩。 G の102にもう行けばいいのかな。Transfer Bangkok, Kilongpo. Bangkok. Okay, G102, 102 to left. Left. あ、やっぱり行っていいんだもん、これで。あと搭乗口に行けばいいってことなんだ。
そしたらちょっとラウンジを探してくるか。搭乗時間まであと1時間とほんのちょっとぐらいしかないから、ラウンジの場所もね、ネットが使えないからさ、うまいこと調べられないし、聞いてうろうろして探してたら、もう見つけた時には搭乗時間になってそうだから、もう搭乗口に向かうことにします。これはどういうこと？今19時38分じゃないの？20時40分だけど、ゲートのに今18時38分なの。暇。これが中国の Wi-Fi か。できんのかな、簡単に。Please place your ID。パスポートを入れてみる。スタートスキャニング。なんかこれをスクショしなきゃいけないのか。なるほど。これで Wi-Fi がつながるのかな。はい、さっきのアカウント番号とメモをスマホでね、スクショしたやつを紙に書いて、Wi-Fi どれだい？エアポートフリー Wi-Fi、 これだね。違うのかな。ログインしてください。ログイン。わお、イングリッシュにして。これかな。Please input username。ここに入れればいいのかな。916とパスワードを001ログインしたのかな。できたのこれは。レ点をつけて。うわー、わからん。できてなさそうだけどな。おつながったね。それでこれちいかわのグループメッセージが届きましたね。時間は今9時11分。多分違うんだと思うんだよね。今中国では8時11分かな。これ時刻自動でね、時間が自動でWi-Fi の次に機内モードになった時もオンのままになりますだって。
いいのかな。Google は開けないけど天気とかは普通に出てんだね。なんかメールは届いてるけどネットは開けない。どういうことだ。ニュースとか届いてる。じゃあクルック開けるかな。開けそうだ。この Wi-Fi にさびっくりマークがついてるけどこれはいいんですかね。エアポート Wi-Fi 接続済み、インターネットに接続されてませんってなってどういうことなんだろうね。なんか LINE は開くことはできるけど送信受信はできないみたいですね。もちろん YouTube も見れないんじゃないの。不思議だね。簡単なメールは Gmail は届くのにね。このゲームも動かせないか。CM 始まった。コインじゃない方がいいんだよな。飛行機の中でまた続き遊べるな。そう。どこまでできるのかが今のとこ私よく分かってないけど、でも皆さんもフリー Wi-Fi つなげてみる価値はありそうですよ。はい、以上でございます。ไม่มี タイ行きの飛行機乗りました。まだ隣がいないけど窓際に誰もいないなんてことなさそうだから多分埋まるんじゃないかな。モニターがついてて充電とかはなさそうだよね。これは何のボタンなんだ。液晶画面。シートもねそんなに窮屈じゃなくて足も伸ばせますね。こういうところに入れて忘れ物をしないようにしないと。広い結構。バンコク到着。多分ねタイの時間はまだ0時半ぐらいなので日本時間で2時半ぐらいかな。あとは流れに沿って出国していきます。入国終わって多分顔の写真も撮ったのかな。両手の指紋も撮って何も聞かれずに終わりました。でクルックさんが4階から2階に移ったみたいで出てずっと右に行った場所にあるってメールが来たんですよね。行ってみよう。今回私の選んだ通信 SIM はクルックのサイトで事前に購入したものになります。これはちょうどキャンペーンでお得に買えたものなので今は値段が違うかもしれません。予約をすると空港で店員さんが SIM を入れ替えてくれます。今の相場はここね、
空港の端っこを出て右に曲がってずっと行った端っこなんだけどないですね。あるあるある、あるある、端っこの食べ物と ATM の間がそうなんだ。はいはいはい、ここです、ここ。あそこのクルックで無事に、SIM を変えてもらいました。もともとの SIM はセロテープに貼って保管できるように、なくさないようにしてくれて、すごいね、優しいお兄さんだった。で、今日泊まるホステルに電話をしなきゃいけなかったんだけど、電話をかける直前のとこまで操作してくれて、無事に電話もかけれました。それではちょっとタクシーの場所を見て両替もして、ホステルに向かっていきたいと思います。事前の調べによると、地下に降りて地下鉄の乗り場の向こうに行ったら両替所があるって見たんだけど、どれのこと？そもそもクルックが端っこだったから地下に降りたのが端っこすぎて通り過ぎてるのかもしれない。戻ってみよう。いやー、地下に行ってきたんだけど、地下のエスカレーターのとこで座ってるお兄さんに両替がどこでできるかって聞いたら、すごいため息つかれて、なんかできないような感じ。5時にオープンみたいな言ってる人もいて、結局2階に戻ってきて、2階のここで両替を1万円分だけとりあえずレートが悪そうなんでしてみましたと。1万円が1923バーツ。わーだね。ちょっとタクシーを呼ぶのに4階まで今度行ってみます。行き先をホテルの名前にして、そうすると115バーツとか。レディーのはないんだ。もう夜中だからさ。と思ったけど、そしたら普通のタクシーでセレクトタクシーにするか。いいのかな。蒸し暑い。これがタイの暑さだ。暑い暑い。ポルトはどれなんでしょうかね。リターンペイメントってなってる。なんか日本で入れといたキャッシュカード、マスターカードの支払いだとうまく進まなくて、キャッシュ払いにしたらとりあえずこの人が
3分ぐらいで来るみたいですね。これタイの時間になってるのかな、ちゃんと。でチャットの方に一応ね、4階のアウトサイドにって書いたんだけど、ここにちゃんと来てくれるのかな。あのタクシーはボルトじゃないんですかね。4階の出たとこですね、ここは。さあ、初めてのボルトは来るんでしょうか。乗れるのかな。結局さっきの人はメールをしても何もチャットが返ってこなくて、この人に選び直してみたらすぐにヘロってきて、でパッセンジャーズの意味が分かんなくて何回か聞かれて、でピープルって書いてくれたんです。1って書いたら OK で、多分来てくれるんじゃないでしょうか、今度こそ。もうね、2時24分、ホテルに着くの3時ぐらいになっちゃう。いや、送ってもらってすぐ手前で道間違えたんじゃないかって言われて焦ったんだけど、やっぱり合ってましたね。ベルを鳴らしてくださいって言ってたんで、ベルを鳴らしてみよう。めっちゃ蒸し暑いですね。では今日はこの辺で終わりたいと思います。また明日以降の動画でお会いしましょう。次回。なんかね、日本で食べるのとちょっと違う。早速これ1匹2匹ね。結構酸っぱい。この私の忘れ物を届けてくれました。もう30分も待ってます。